人類は6回だけ月に降り立ちました。6回目は1972年。それ以来誰も戻っていません。その6回目のミッションで約4000枚の写真が撮影されました。そのうちの1枚に説明のつかないものが写っていました。漆黒の月の空に浮かぶ3つの光点、ほぼ完璧な三角形。2026年、この3つの光点は161件の UFO 関連ファイルの一つとして公式に分類されました。月の空には大気も飛行物体も存在しません。これはその写真の物語です。I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 1961年、ケネディ大統領がアメリカ国民に宣言しました。この10年が終わる前に人間を月面に送り無事に帰還させる NASA のアポロ計画が始まりました。1969年7月、アポロ11号。アームストロングとオルドリンが初めて月面を歩きました。その後5回の着陸に成功。月面を歩いたのは歴史上わずか12人だけです。そして1972年12月、アポロ計画最後のミッション、アポロ17号が打ち上げられました。船長ユージン・サーナン、月面を歩いた最後の人間になりました。司令船パイロットロナルド・エヴァンズ、月の軌道上で待機する役割です。そして月着陸船パイロットハリソン・シュミット、月面を歩いた唯一の科学者です。アポロ17号が撮影した写真は約4000枚。70ミリのハッセルブラッドと35ミリのニコン、2台のカメラで月と宇宙を記録しました。12月11日、月着陸船チャレンジャーがタウルス・リトロー渓谷に着陸しました。着陸直後、最初の船外活動に出る前にシュミットは窓からカメラを構えました。ハッセルブラッド 500EL、 60ミリレンズ、エクタクロームフィルム。着陸地点の全方位を記録する調査写真。マガジン147、フレーム22469から22491、23枚の連続撮影です。そのうちの1枚がフレーム22470、ファミリーマウンテンと漆黒の月の空。NASA はこれを船外活動前の窓パノラマ写真として分類しました。ごく普通の調査写真。50年以上アーカイブに眠り続けていました。しかし何年も前から一部の観察者たちはこの写真の異常に気づいていました。ネット上では2015年頃から議論が始まっていたとされています。写真を拡大すると、月面の上空漆黒の空の中に3つの小さな光点が浮かんでいます。ほぼ完璧な三角形を描く3つの点。月面の上空は完全な真空です。鳥も雲も存在しない絶対的な無の空間です。約4000枚の写真の中でこのような異常が確認されたのはこの1枚だけです。何がこの写真に写り込んだのか。しかしこの写真の異常は孤立した謎ではありません。アポロ17号の更新記録と帰還後の報告書を読むと、3人の宇宙飛行士たちがミッション中に何度も説明のつかない光や物体を目撃していたことが分かります。最初の報告は打ち上げからわずか3時間後、エヴァンズが窓の外に光る粒子の群れを発見しました。非常に明るい粒子か破片が漂っている。エヴァンズは観察を続けています。ギザギザした角張った破片で回転している。ヒューストンの管制官は答えました。ロケットの塗装が剥がれたのかもしれない。ロケットの破片、氷、塗装剣。この時点ではまだ説明がつきました。しかし2日後、状況は一変します。
船長サーナンが夜中に目を覚ましました。非常に明るい光が目の前を横切った。正面から来る列車のヘッドライトのようなフラッシュだった。翌日、サーナンは窓の外に遠くで光る物体を発見します。明るい物体だ。回転しているのは明らかだ。なぜなら点滅している。リズミカルに回転している。明るい閃光、暗い閃光、そしてまた明るい閃光。シュミットは単眼金で確認し、あれは S4B の側面とエンジンベルだと答えました。しかしサーナンは納得していません。近くの粒子ではない。遠方にある物理的な何かだ。サーナンは別方向にも2つの点滅する物体を見ています。彼らは説明しようとしました。しかし説明しきれないものが増えていきます。そして3日目、月の軌道上で最も衝撃的な瞬間が訪れます。シュミットが突然叫びました。今、月面に閃光が見えた。グリマルディクレーターの北だ。地震計を確認してくれ。月面で何かが光った。訓練された科学者の目がそれを捉えたのです。そしてその翌日、シュミットは月面に降り立ち、着陸船の窓からカメラを構えました。その時撮られたのがフレーム22470。3つの砲点が写ったあの写真です。帰還後、シュミットはさらに証言しています。飛行中、安順をしている時、ほぼ継続的に光のフラッシュがあった。目隠し実験の間だけフラッシュは止まった。外すとまた始まった。1回のミッションでこれだけの報告が集中しています。すべて偶然でしょうか。それとも彼らは何かに見られていたのでしょうか。3つの交点に戻りましょう。少なくとも11の仮説が出ています。しかしどれ一つとして決定打になっていません。まず最も単純な説、フィルムの欠陥、レンズのフレア、スキャン時のノイズ。しかし詳細な分析ではこれらは明確に否定されています。砲点はフィルム上の物理的な露光です。次に宇宙船。月には大気がないため宇宙船がフィルムに直接当たり光の点が残ることがあります。しかし問題があります。3つの宇宙船がほぼ完璧な三角形を描く確率は統計的にほぼゼロです。宇宙船の破片という説、乗員たち自身が最初に考えた説明です。しかしランダムな破片が3つ正確に三角形に並ぶ確率も同じ問題を抱えています。何を当てはめてもあの三角形の配置が説明できません。そしてここからが最も重要な事実です。シュミットが撮影したのは23枚の連続写真でした。すべてのフレームの空を1枚ずつ検査しました。フレーム22469、空はきれいです。フレーム22471、空もきれいです。3つの交点が写っていたのは22470のたった1枚だけでした。23枚中1枚。前後のフレームには何もない。何かがそこに現れ、写真1枚分の間だけ存在し消えた。ハッセルブラッド 500EL のモータードライブは毎秒約1コマ。各フレームの間隔はわずか数秒です。3つの経点はほんの数秒間だけ存在していました。フィルムの傷なら次のフレームにも残ります。漂う破片なら複数のフレームに移ります。数秒で現れ、数秒で消える。世界中の UFO 目撃証言に共通するパターンです。偶然のノイズは現れたり消えたりしません。これは何かの行動です。これを説明できる仮説はまだありません。現在、オリジナルのフィルムネガを使った本格的な鑑識分析が進行中です。NASA と国防省による共同分析。結果は完了後に公開される。シーン内の
物理的な物体の可能性がある。政府はそう述べました。3つの氷点ではなく1つの物体。ではあの三角形は何なのか。月に人工物があるとすれば、それは人類が作ったものではありません。漆黒の宇宙空間では光を反射しない物体は見えません。もし何かが三角形の形をしていて、3つの頂点だけが光を反射していたとしたら、写真に写るのは3つの点だけです。構造体そのものは闇に溶けて見えない。この可能性はまだ否定されていません。しかし最大の謎は写真ではないかもしれません。なぜ人類はアポロ17号を最後に月に戻らなかったのか。予算削減。それが公式の理由です。しかし世界最大の宇宙大国が月を避け続けた。本当にそれだけでしょうか。3人の宇宙飛行士はミッションにずっと説明のつかない光を報告し続けました。そして帰還後、月への扉は閉ざされました。それでも誰も月への扉を開けようとしなかった。あの三角形は何だったのか。答えは月の闇の中に沈んだままです。次の動画ではまた別の章を開きます。